こんにちは。今日は写真を撮る時の設定についてお話ししていこうと思います。はい、僕はいつもこの富士フィルムの XS10 をずっと使っているんですけど、主にね、動画撮影をメインにこのカメラを使っていて、でたまにね動画の中で写真をインサートで使いたいなって思うことがちょこちょこあるので、その時ねこのカメラで写真を撮っています。で前回のね動画撮影の設定内容の時にもお話ししたんですけど、僕はあまり色をいじった映像っていうのが、あと写真もそうなんですけど、あまり好きではないので、いつもね色編集とかしないで撮った素材をそのまま使っているんですけど、写真もね同じで、いつも撮った JPEG のデータをそのまま使っています。だから、今日お話しする内容はタイトルにも書いたんですけど、ニュートラルな雰囲気の写真が好きな人に向いている設定内容になります。で一つね大事なポイントがあって、富士フィルムのカメラって動画を撮るときと写真を撮るときで設定できる項目が違うんですね。だからどういうことかっていうと、写真を撮るときに設定できていた項目が動画撮影の時は設定できないっていうのがいくつかあって、今日はねその辺もね細かくお話ししていこうと思います。でお話しする順番なんですけど、まずね、色について、で次に明るさについて、で最後はね、写真の見え方について、この3つをね、順番にお話ししていこうと思います。はい、では色についての設定なんですけど、まずね、フィルムシミュレーションはクラシッククロームを使っています。でホワイトバランスはオートにしているんですけど、カラーバランスをちょっと触っていて、R をマイナス3にして、で B をねプラス2に設定をしています。でカラー設定はプラス1に設定をしています。でここからが写真撮影の時だけ使える設定項目なんですけど、カラークロームエフェクトっていうのを僕はオンにして使っています。でカラークロームエフェクトって何かっていうと、特定の色をね綺麗に表現してくれる機能なんですけど、特にね赤色とか黄色に反応するんですけど、僕はね黄色ではそんなに実感したことはないんですけど、赤色がねすごく綺麗に表現してくれるので、これはオンにして使っています。で強と弱と2種類あるんですけど、僕は弱で設定をして使っています。で次にカラークロームブルーなんですけど、これは僕はオフにしています。でなんでかっていうと、これっていうのはさっきのカラークロームエフェクトと同じで青色に反応する機能なんですけど、これがですね、どういうことかっていうと、例えば青空とかをねすごく鮮やかな青で映してくれる機能なんですけど、なんかね僕はこれをオンにした時にあまり綺麗とは思えなくて、ちょっとね無理やり青にした感じがしたので、僕はあまり好きではなかったので、これはオフにして使っています。で最後に明瞭度っていうのがあって、これはマイナス5からプラス5までの10段階で設定できる機能なんですけど、これは僕はオンにして使っています。で明瞭度っていうのは何かっていうと、色の出方をね調整できるんですけど、こ
これをプラス側にしておくとね、こう赤色がねすごくこう綺麗に発色してくれるなと僕は思っていて、でなんかね赤色ってこう光の当たり方によってはこう朱色っぽく見えたり、あるいは逆の紫色に見えたりするんですけど、この明瞭度をねプラス側に設定しておくとこう結構ねこう赤がねすごくこうなんていうんですかね、こうなんていうのかな、こう渋い感じのこう落ち着いた赤で、暗いわけじゃないんですけど、こう渋い感じのこうシックな色にね表現してくれるので、僕はこの明瞭度はプラス4に設定をして使っています。はい、以上がね、まず色についての設定内容だったんですけど、カラー設定をねプラス1にしていたところは、前回動画撮影の設定内容のところと同じ理由なので、まだね、そっちの動画を見てないっていう方はね、下にリンクを貼っておくので、是非ねそっちの動画も参考にしてみてください。はい、次は明るさに関する設定なんですけど、まずね、ダイナミックレンジを DR400 に設定をして使っています。でトーンカーブもねちょっと触っているんですけど、僕はこう日中外で撮影することが多いので、どうしてもねこう影の部分が黒く潰れちゃうのが嫌なので、トーンカーブでシャドウをマイナス 1.5 に持ち上げて、でハイライトはねそのまま0のまま設定をして使っています。はい、以上がね、明るさに関する設定内容のお話でした。でこのカメラね、明るさに関係するところは今言った2つだけなので、明るさに関しては以上の設定内容になります。はい、では最後に、写真の見え方に関する設定内容なんですけど、僕はグレインエフェクトをオンにして使っています。でこのグレインエフェクトって何かっていうと、写真の全体にねこうフィルムの粒子みたいなこうつぶつぶみたいなのをねこう全体にフィルターみたいにかけてくれる機能なんですけど、僕はこれをオンにしていて、で具体的に言うとねこう強度を弱に設定していて、で流度をね小に設定して使っています。でなんでかっていうとこう最近のデジタルカメラってこうすごくこう性能が良くてこう鮮明にねこうより綺麗に写してくれるので、なんかねこのデジタルカメラのこの質感っていうのがねこう僕にとってはちょっとこう綺麗すぎるというか、こう全体がねこうつるんとしてこうプラスチックな感じに僕には見えるので、それが僕はちょっと嫌なので、このグレーンエフェクトをかけて全体にこうザラッとした雰囲気を写真に持たせたいなっていうふうに思っているので、この設定にしています。あとはね、シャープネスをマイナス1に設定していて、でなんでかっていうとこの XS10 ってこうイメージセンサーが APS-C なので、どうしてもねこう 25mm 以下のこう広いレンズがねこう結構こうカリカリになっちゃうのがね、僕はちょっとこれが嫌だったのでシャープネスをマイナス1に設定をして使っています。であとはね効果&ノイズをプラス1にして使っているんですけど、僕はこうほとんど日中の晴れた日に外で撮影をしているので、あまり僕にとっては影響ないんですけど、たまにねこう夕方とか撮影することもあるので、一応ここはプラス1に設定をしています。はい、以上がね、僕が写真を撮るときに設定している設定内容のお話でした。でいつもね同じ言い方になっちゃうんですけど、これはあくまでも僕がいいなと思って設定している設定内容なので、
必ずしもね、皆さんにとっていいかどうかはわからないんですけど、なんかね、こんな写真が